どうも、大キングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。新生活セールがまだ始まってないんですけども、事前セール始まってますので、実は始まっております。ポイントアップキャンペーンは対象外だけども、エントリーしといてください。Apple 製品2時間、3時間ぐらいかけて探しました周辺機器ね。見ていきましょうか。早速ね。で、今回家電がね、対象になってるので、一部見ていきます。Apple Watch シリーズ6が、SE 買うぐらいだったらこれでいいかなと思って、探してまいりました。明日からね、シリーズ9は出ると思いますけども、5万ぐらいはすると思うんで、もし3万ぐらいでいいよっていう方はね、いいんじゃないかなと。ブラックありますんでね。あと1個しかないんで、よかったらどうぞ。あと12ミニ 128GB、46,000円でございます。マグセーフ入ったモデルですね。小型でね、使いやすいので、この価格結構ありかなと思っております。カラーによって変わるのでね、チェックしてみてください。iPhone 13 mini が、これね、7万切っておりましたね。これもなかなか、6万円台ね、結構いいかなと思います。サイズ感ね、さっきの12 mini と一緒で、カメラとバッテリー持ちが向上しておりますので、小型でできるだけ高性能なもの欲しいのは、ミニが13で最後になってますので、まだ全然使えるかなと思います。カラーによるかなとね。13 Pro が、9万6000円ぐらい、256になってましたね。で、120ね、8の方が、なんか高いんですよね。なんでやねん。128の方が高いの。これ256シエラブルーでよかったら、高級感とかやっぱりね、このプロモデルいいので、望遠レンズとかね、いいので、一番13 Pro がコスパいいっちゃいいと思いますね。14 Pro もね、出てましたね。ただ13万7000円かっていう感じなんで、128、12万円台だったらまだね、でも3万出せば15 Pro 買えるので、どうかなっていうところはあります、正直。これだったら13 Pro の方がやっぱりコスパ的にはいいかな。このぐらい出すんだったら、あと3万乗せれば15 Pro 買えるので、僕は15 Pro おすすめかなと思います。軽いので15 Pro がやっぱ本体がね、このキラキラデザインがいいならいいんですけど、あんまりバッテリー持ち良くないです、14 Pro、正直ね。これレビューはしてるので、載せときますね、また概要欄に。はい。で、これですね、やっぱり iPhone 14 Plus 128GB 93,500円。これは、正直安いと思う。もうね、残り1個なので、なんか増えた。それはね、見てもらって、また価格でもこれなんか上がったな。これね、すぐ変わったりするんで、またちょっと見てもらってって感じかな。256が、でも11万は微妙だな。プラスでもしよかったらっていう感じです。ちょっと微妙になったな。10万、ブラックが来てた。でも10万6000か。感じではあるんで、いろいろちょっと見てみてください。今日2月29なんですけど、今日まで iPhone 15、15が楽天リベーツ経由すると 5% 還元っていうのが来てるんですよね。このまま Apple Store 進むので、普通にこのまま買うだけなんですけど、15が今最新モデルなんですけど、このまま買ってもらう感じ。12万4800円かな。ぶっちゃけ15でいいかなって思うんですけど、15プラスで13万9800円。もちろん Apple Store が最安にはなるので、36回払いのね、ペイディ使えるんですよね。で、これ手数料かかりません。なので、月3466円。128ギガだったら。5000だいたい600ポイントぐらいついてくるので、ぶっちゃけこれが一番お得かなと思います。と、14。さっきのプラスだと12万4800円か。これだったら俺15買うわっていう感じではあるけど、13とかももし Apple Store で買いたいんだったらあります一応。9万5800円とかかなあるので、SE はあんまりお勧めしないです、今はね。ペイディでね、一括払いできますので、もちろん一括でも手に入るし、詳しくはね、この前回の動画で、この逃すなってやつかな。で、結構解説してますので、15のレビューもね、軽く6ヶ月使った感想みたいなところを述べてるので、これ見てもらえばと思います。ちょっと余談だったんですけど、今日までなんで、この15のクリアケースとかもね、これアップ純正のやつですけど、10% オフなってます。15 Pro はね、17% オフか。ストアで買うより謎に安いので、Amazon で買うと、こちらおすすめでございます。クリアケースはかなり薄くて軽いので使いやすいです、純正。あとシリコンケースもね、これも薄めなんですけど、特にブラック 18% オフとかになってますので、カラーによるかな。だいたい10% 以上はオフになってると思うんで、カラーに合わせてですね、買ってもらえばいいんかなと思います。安い。あと、ベルキンね、C2 ワイヤレス充電スタンド。C2 ね、やっぱり充電スピード速いみたいですね。マグセーフ普通のやつより。新しい規格に対応して、これスタンドとしてね、使えるタイプです。平置きもできます。かなりね、最近出て徐々に売れてきてるので、充電パッドもあるっちゃあるんですけど、AirPods も充電したいならこっちかな。でもスタンドタイプの方がね、やっぱりこのスタンバイモードが使えるのでね、時間とか。いいかなと。で、USB-C ケーブルね、この編み込みのやつがですね、1142円。3メートルすごいな。3メートル結構長い。長めがいいんだったらいいかなと思うけど、編み込みね、意外とないので、シリコンが多いんで、最近。結構いいかなと思いました。100W までになるんですけど、いいやつだとこの 240W 対応で IF 認証とかも入ってるかな。データ転送とかそこら辺ね、したいんだったらこっちがいいかなと思います。
140W。まあこれ買っとけばまあ正直間違いないかなと思いますね。まあでもデータ転送そんな速くないか。まあ、MacBook Pro だったらこっちかなって感じ。14、16インチは。データ転送だとやっぱりこの、ベルキンのですね、サンダーボルト4っていう規格に対応したものになります。これは速い。めちゃくちゃ 8K 対応でプレイとかもね出せますし 40GBps だからまあこれは早いわまあ何でもできますね。充電とかデータ転送まあビデオですね画面出力とかもまあ最強のサンダーボルト4でございます。 8K 出せますなんならなのでこれまあ最強のやつですね。普通に Apple で買うと高いので Apple Watch ですねだけの充電まあ高速充電これ対応してます。意外とね Apple Watch だけで高速充電対応してるものはないのでこれ多分 Apple Store でも売ってんじゃないかな。スタンドナイトスタンドモードとか対応しております。せり出すタイプなんで使わない時そうこういった平置きとかにもできますのでまあちょっと高いっちゃ高いんだけどそもそもがねAirPods Pro 2もね対応してるんでApple Watch の充電にまあいいかなと思いますけどね。この Apple Watch だけシンプルに充電したい方は出費源かな。このガラスフィルムまあこれ15用ですけど15 Pro とかまあ14とかもあると思いますね。まあいろいろあると思うんでね貼りやすいという評判を聞いたまあ僕はこれ試したわけじゃないんですけど結構貼りやすいらしいです。プラスのやつはね僕紹介してるんですけどこれもなかなかねいいかなと思います。コメントでもねいただきましたね貼りやすいって。でこれちょっと変わったケースですけどもグラファイトかな昔の iMac のデザインを踏襲したやつです。ネタっぽいケースなんですけど割とねしっかりしてます意外と。あとブルーとかレッドとか5500円ぐらいだったと思うんで確かね、今ちょっとバグっちゃってるけどついかなと思いました。変わったケース使いたい方いいかなと。15 Pro のまあシンプルなこのクリアケースも安くなってます。でまあこの白いリングがね白いタイプまあ結構あるんですけどまあそもそも質感はねやっぱかなりいいです。この値段の割に全然いい。グラファイトだったりとかこういったちょっとナチュラルなやつとかねゴールドっぽいとかまあ01とかもあるのかいろんなねこのバリエーションがあるので結構いいかなと思います。でこの白い丸がね多いんでミル規格対応してたりするんでコードは十分かなと思いますね。あとピタカンですけどこのマグセーフリングマグイージーグリップこれねなかなかいいです。回転するタイプではないんですけどもこのグリップのところスタンドとしても使えますしこのね指かけるところがずっと使ってるとふにゃふにゃになったりとか安いもの割と緩かったりするんですけどもかなりしっかりしててすごい使いやすいです。これがっちり使えるので長くしっかり使いたいよって方はこれおすすめかなと思いますね。もちろんピタカ製品と合わせて使うともっといいんですけどもこれねかなり良かった。なんかこの360度回転しないけど進めれるやつかもしれない。で、ピタカのこのケースもですねこれおそらく僕がいろんな試したケースの中で一番薄い薄くて軽くて 17g ですからね。一般的なケースどうだろう半分ぐらいで紙ぐらいの薄さなんでほぼなんだろうなつけてる感覚ないです。ほぼ裸感覚持ってる感じはねケースついてるなっていう感覚ないです。でマグセーフ対応してるんでこのさっきのリングと合わせるとほぼ最強になりますね。柄もね結構最近いっぱい出てるので選びやすいかな。普段少し高めなのでセールがおすすめです。iPadのやつも割とねいいらしくてですねスタンドになるんですよ。いろいろ縦置き横置きができていろんな角度がね使えたりとか縦置き横置きね磁石でくっつくのがいいなと思って割と貼り付けるタイプ多いんですけどもできたらやっぱり磁石でね、一応ペンシルもつけれるかなと。軽いんですよ薄くてこれがいい。使ってない時は畳めるんでこれいいっすよね。モフトみたいな感じ普通モフトなんですけどもこのスマホスタンドはこれは安定ですね。モーバスこれ新しく磁力強化されたタイプなのでかなり使いやすくなりました。カードいわゆる本当に iPhone 版って感じですね。マグセーフでくっつくんでマグネットがねやっぱ強化されましたね。上と下しっかりついてるんでこれは売れますよね。でこのレザーケースもね紹介して結構売れたやつなんですけども安くなっておりました。今回レザーケースね Apple 純正なくなっちゃったのであんまり評判良くないんですよね。ウーブンナイロンってやつがこっちの方が全然いいと思いますなんならほぼこれが純正ケースなんじゃないかっていうぐらいこれ全然代わりになると思いますね。レザー好きだったらねすごい気に入るんじゃないかなと。このマルチスタンドもねちょっと安くなってはいたんですけども縦置き横置きなんかいろんな角度でね動画撮ったりする人とかはねこれ縦動画とかもすごい便利だと思います。作業中に横にね置いとくとかもすごいいいですね。しねやっぱり重めにはなるんですよ。 85g なんで常につけとくというよりはカバンの中入れといて作業の時取り出して横につけるみたいなイメージかなと思います。で、このモフトのやつはねパソコンスタンドはもうこれも結構紹介してるんですけど今僕も使ってますけども薄型ですぐ展開できるんでねこれはマジでスタンドは一回ほんと使ってほしいです。これはねめちゃくちゃいい。これ別に
セールじゃなくてもおすすめしてるやつなんで、あとまあ ESR ですね。これケースセットね、カメラレンズとケースと保護フィルム。スパ良すぎです、これ。もう全部入ってるんで、まあ一旦これ買ってもらえばいいのかなと思います。カメラレンズね、つけてたんですけど、何回か僕やっぱ落として割れてました。これつけといてよかったわ。もしかしたらつけてなかったらカメラレンズ死んでた可能性ありますね。鉄板かなって感じ。この折りたたみのね、ワイヤレス充電器もね、少なってました。これ7900円は安いと思うな。折りたたんでですね、Apple Watch のところもね、これ取り外せるんだよね。なので、これはコスパいいでしょう、すごい。バッグついてるんで、このまま旅行とか、家でももちろん使えるし、iPad Pro のね、この11インチのケース、これも磁石でくっつくタイプですかね。スリーブ機能、スリーブかな、周りをつける。2020年以降かな。一番古いやつは対応してないんですけど、カメラ2つあるやつは確か対応してるはず。いわゆる純正ケースみたいな感じで使えるんで、Apple Pencil もつけれます。これも結構軽くて使いやすい。めっちゃコスパいいんですよね。磁石でくっつくタイプがやっぱいい。ウェイク機能入ってますね。カードケースね、探す対応してるんですよね。これも。iPhone でこの位置情報を探せるので、Apple Find My 対応してます。これも以前紹介したものになるんですけども、カードとかね、やっぱたまになんかさ、消える時あるんで。はい。で、これグリップついてるんで、地味に持ちやすいです。ただやっぱりね、Apple Find My 入ってるんで、ごつめで、充電はたまに必要なんですけど、3ヶ月に1回ぐらいですかね。あんまりないんで、この探す機能ついてないんで、普通ね。よくなくす人はこれ、おすすめです。ケースね。クリアケースに、これスタンド機能ついてるタイプ。これね、地味にいいです。ハンズフリーで開いて、あと縦置きもできるんで、意外とね、これシンプルでいい。何もつけなくていいんで、持ったりとかもできるし、これ、ね、意外といい。これは10% オフなんですけど、3-in-1 のやつかね。これでも9000円ぐらいなかなか買えないですからね。で、これもApple Watch 出しできます。別で使えます、これ。とかね、普通に充電器挿して充電できるし、マグセーフ充電というか、カチッといけるんで、3-in-1 でこの価格でなかなかないかなと思いますね。ブラックもあります。なんかモニター系なんですけど、この前買って今使ってるんですけど、このシャオミのやつね、めちゃくちゃいい。1000円オフクーポンだけど、そもそもが安い。フル HD なんだけど、なんかね、すごい綺麗に感じますね。さすがに 4K と見比べたら変わるんだろうけど、全然視野角もそれなりに広いし、なんか、リフレッシュレートも 100Hz まであるんで、ベゼルも結構薄いんでね、全然サブモニターとしても使えるし、これね、結構いいっすね。安すぎるってか。LG のこのウルトラワイドも、これも26000円だと安いと思いましたね。Type-C とかでもつなげれるのかな。給電とかはね、できないとは思うんですけども、ウルトラワイドでなかなかあんまりこの値段はないんじゃないかなと思いますけどね。LG で。はい。これ安いと思った。っていうやつはね、このデルの、27インチかな。27インチくらいが個人的にはちょうどいいかな。か、30インチぐらいかな。24はね、ちょっとちっちゃいんで、ハブモニターなんで、いわゆる、USB-C 1本で全部つないで、Mac とかいいと思いますね。USB-C で給電とディスプレイつなげるんで、あとハブモニターなんで、後ろにいろいろ端子がついてるので、これはやっぱり売れてるやつですね。これあれば安定って感じ。家電系かな。これ以前紹介しました、ヤデアっていうところのシャインプロ。これ水拭きと掃除、吸引が同時にされるやつで、これレビューしてるんで、動画貼っときますけど、レビュー動画。これね、地味にいいですよ。全部自動洗浄してくれます。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗になる床が。すげえ楽。で、このライトがついてるんだよ。いわゆるこのダイソンみたいな、廉価版ダイソンみたいな感じかな。このヤデアはね、電動モビリティとかね、作ってる会社なんで、結構ちゃんとしてました。怪しいメーカーにパッと見えるんだけど、かなりね、ちゃんとしてるとこです、これ。台湾かな。ほぼ、世界最大級のメーカーにはなるんで、ハイセンスのこれ冷蔵庫かな。175リットルなんで、2人用ぐらいでちょうどいいんじゃないかなと。もう、これで29,800円。安いっすよね。ちょうど多分、2人分ぐらいで冷凍庫下ついてますんで、ちょうど良さそう。ブラックで、シンプルでいいかなっていう感じですよ。あと、ドラム洗濯機ですね。一番多分売れてるモデルかな。このシャープのね。18ぐらいやったら、って感じはしますかね。11キロあれば結構しっかり洗えるとは思うんで、シルバーもでも安い。洗剤自動投入機能入ってるんで、勝手にあとは入れたらやってくれますっていうか、ドラム式やっぱ買った方がいいですよ。だってもう入れて何時間か経ってばさ、乾かさなくていいんですよね。干すっていうものが動作がなくなるんで、概念がなくなるんで、これはめちゃくちゃいい。で、これアイリスオーヤマのなんかね、新しいモデル出てましたね。黒で普通にかっこいい。容量がね、8キロになるんで、よりちょっと落ちるんですけども、もし安めに買いたいんだったらありかなと思いましたね。乾燥の容量が5キロになってるんで、黒ですげえかっこいいなと思って。このオーブントースターもですね、1万円ぐらいで可愛いなと思って、このスチーム機能ね、バルミューダみたいな感じだと思うんですけども、可愛いなと思って、すげえ美味しくなるんだよね、こういうのね。パンめっちゃ好きな人、これ
いいんじゃないかな。まあ瞬間発熱でもなんか良さそうな気がするけど、方がまあコンパクトでいいかなっていう気はしますけどね。ハロニアのなんかスターターセットが結構安くなってたね。普通値段見たんですけど、確かね8000円ぐらい2つ普通に買うと。アイロンは僕使ってるんですけど、立ち上がり早くて全然これいいですね。40秒ぐらいでね180度立ち上がるんで、ドライヤーはね全然いい。コスパがいい。4000円ぐらいかな、ドライヤー。それぞれ4000円ぐらいだと思うんですけど、14mm230 度までいけますね。まあ、デザインシンプルで結構いいインパクトになるし、そんなまあ重くないかなと思います。ベストセラーのモデル。まあ、スイッチボット、このハブ2ですね。あとまあスマートロック。まあ、ここに関してはかなりね導入すると、僕も生活が変わったアイテムではありますね。まあ、スマートフォンもこのハブだけでもねいいと思うんですけど、この温湿度計ついてて。で、新しいタイプがね、あとこのロックは、まあ、出てるんですけど、これ単体でもね、全然買っても使えるというか、まあ、このセット買うと相当変わります。で、指紋認証パッドやっぱりね、あった方がいいかなと思います、個人的に。手でピッてやったら開けれるんで、まあ、このカードね、まあ、スイカみたいなのあると、かざし、NFC かなと開けれたりもするので、これね、すごい便利です。めっちゃ便利。まあ、ハブ2だけでも買ってもいいかなと思いますけど、この家にあるリモコンがついてるもの、エアコンとかテレビとか、まあ、何でも音声で操作できるようになるので、これはスマホとかでね、掃除機もね、まあ、対象ではあったんで、ただこの交換用紙パックセットかな、アクセサリーセット多分まだ出てなかったっぽいんですけど、ね、やっぱりこれもレビューさせてもらったんですけど、小型でね、まあデザインとか良くて結構ね静かなんですよ。しかもなんだけど、まあもちろんこのステーションゴミ捨てのところ吸い上げるのついてたりとか、吸引力とか、まあ、中身に関しては結構まあハイエンドな感じではあるので、モップがけもできます。市販のお掃除シートでできるんですよね。まあ、結構専用のものを買わないといけないものが多いんですけど、なんかクイックルワイパーみたいなんでできるこれいいっすよ。小型で、これ日本向けに作られてるんでね。で、そうだ、食料品ちょっと行く前に Kindle Unlimited がですね、今2ヶ月無料でございます。雑誌とか本がね、まあ、読み放題になっているので、かなりいいですよ。こういうの全部大体読めるんで、この読み放題対象タイトルってとこを見るとね、割とわかります。フラッシュとか出てきたな。新しいのがね、ガンガン読めるんで、まあ2ヶ月99円ですからね、全然あり。オーディブルね、これ2ヶ月無料ね、僕が入ってるの出てこなかったんですけど、今日まででございます。3000円分、まあ一旦今日までなんで、まあポチっといていいかなと。歩きながらね、まあ読書。しかもこれ読み放題です。でもね、有名なやついっぱい入ってるんで、まあ人気のタイトルって書いてあるけど、これ結構ね、面白いですよ。私はね、変な感じするんだけど、まあ歩きながらラジオ感覚で本が読めるので、読むの、ちょっと読みたいけど読めてないなって人はね、すごいおすすめです。0円で試せますからね、今ね。3000円分が。まあ期間内に解約すればもちろん1円もかかんないんで、気になってたらやってみるのがいいかなと思います。で、食料品がザバス。バナナ風味。これはうまいです。これ1本でタンパク質 15g 取れちゃいますので。で、普通にうまいんだよね。プロテインやっぱりね、美味しいことは美味しいんですけど、飲みやすいこれ、すごい。ココアもね、まあ僕バナナの方が好きなんですけど、ココアも結構ね、飲みやすいっていうか、ジュース感覚で飲めるからいいですよね。手軽だし、120円。今、多分コンビニで買うのは160円ぐらいするんだよね。180円かな。結構高い。ね、全部高くなってんだよ。吉野家オリジナルボックスでございます。これはうまいです。吉野家好きな人はこれもすごいいいと思うな。丼に乗せてもいいんですけど、まあ牛皿みたいな感じで一品料理としても使えたりとか、まあうどんに僕乗せたりとかね、まあいろんな料理の上に乗せても混ぜても美味しいんで、結構アレンジできます、意外と。湯気フリーズドライね、やっぱなんだかんだうまい。まあ味噌タイプもいいんですけど、持つし瞬間凍結してるんで、このフリーズドライうまいっすよ。手軽に牛丼とこれとあと納豆あれば完璧なんで健康ですね。まあやっぱりね、プロテインはプロテインは大事なんで、ロイヤルミルクティーね、これねやっぱなんだかんだこれ美味しい。カフェオレとかチョコとかもね好きなんですけど、ロイヤルミルクティーね、本当にジュース感覚で飲めてしまうのでおすすめね。飲みやすい。これ結構売れますよねって感じ。キリン生茶リッチ、これね最近飲んで美味しかったですね。意外と売っていない。売ってても結構ね、これも160円ぐらいするのかな、多分コンビニとかで買うと。売ってないんですよね。10倍微粉読めないかぶせ茶がまあ濃いめ感じなんでね、体にもいいでしょう、濃いめの方がねコーヒーの代わりにすごいいいかなと思って、意外と最近売ってないんで見つけておってなりましたスマートベーシックの水がすごい安い950円、送料込みだよ。プライム会員だと当たり前だけど、2リットル9本でね、バナジウムね、素晴らしい。安くない100円やで1本素焼きサラダですね。これねやっぱり昔から好きなんですけど、めちゃくちゃうまい。サクッと食えちゃうんだよな。この薄皮がいいですよね。このサイズ感が良くて、なんかせんべいって結構でかいんで噛むのがだるいじゃないですか。一口サイズがね僕結構好きです。でこのサラダ風味っていうのは酒とすごい合う。でこのヘアオイルはまあ買っちゃってください。これでもねほんと風呂上がりとかにつけてですね、ドライヤーして、これ寝ると寝癖がねすごいなくなったりとか、髪のダメージがねかなり
なり潤う感じ。僕サウナとかやっぱ行くんでどうしてもねつけたりとか、まあ髪のセットの代わりでつけたりしてます。最近ね香りもいいし結構持つんで、まあ、全然試しで買ってみてもいいかなと思うけどね。これブラックサンダーなんかで見つけてしまった確かでかいボックス2つとグルグラなんですよね。これ絶対うまいじゃんと思って、いちごとこれはうまいぞ絶対にやってみようかなと思ってます。なんかこれ一回なんかバカ売れしてた気がするんだよな。個別で意外と売ってないんだよね。うわーやばいのを見つけてしまったな。美味しい美味しい。これなんかバカ売れしてたやつなんで、イエールトイレットペーパーがすごい12ロールの6パックなんで、まあ、1個あたりだいたい40円。金まあやっぱ買うとね、リエル多分400-500円ぐらいするんじゃないですかね、1個ね。ダブルになるんですけども、まあ、まとめてこう買えるのが嬉しいなと思って、めちゃめちゃ安いってわけじゃないですけど売上ナンバーワンなんだね。ふわっとした感じがティッシュのあれみたいな潤いタイプみたいなお尻に優しい感じまとめて持ってきてくるの嬉しいですよね。買いに行くとめんどくさいですから、意外とこう荷物になるじゃないですか。トイレットペーパーってでかいから。カフェインレスコーヒーが夜飲みたい時に、これ UCC のね、まあ、割とお手頃なのでいいかなと思いましたね。カフェインレスいいですよ。やっぱあんま時間気にせず飲めるので飲んでる気になるんで、まあチャコールコーヒーもあったね。こういうのね、まあこれと別のタイプね、僕飲んでたやつなくなっちゃってたんですけど、これもね結構いいっすね。朝とかに飲んですごいね、特に便通すごい良くなります。お腹にすごいいいですねこれねダイエット用途みたいになってるけど MCT オイルとか炭とか入ってるんですよ。別になんか飲んで感じるわけじゃないんですけども、お腹がねすごいスッキリする感じがするんでサクッと飲めるんでね、重宝してます。こういったもの。ただこういった普通のものもね好きなんで、カフェラテやっぱりねこうなかなか手軽に飲めるのは嬉しいですよね。これね、これなんか地味に美味しいし、さっと入れてこう泡立つじゃないけどね、こういったのはこういったので好きですけど、結構安いなと思って20本まあ60本なんでね感じでございました。今日までね、さっき言ってた、iPhone 15 還元ですので、ぜひね概要欄貼っとくのでチェックしてみてください。レビューもねありますので15の、正直まあ僕は買いだと思いますけども、でも一応500ポイントプラスでもらえるので、6000ポイントぐらいは返ってきますね。なんでねまあ6% 還元ぐらいにはなると思う。で普通に Apple Store で買ってこの還元あるのってなかなかないですから、ないこんなのなかなかないんで、気になってた方はぜひねチェックしてもらえばと思います。これに関してはこれ見てもらうと結構分かりやすいと思います。 iPhone15 で、まあ昨日は結構アンカーとか CIO が、まあ、別のですね商品を結構紹介しているので、これはこれでいいと思います。で Apple の発表会もね3月そろそろあるんじゃないかっていうところありますので、はい、ぜひねチェックしてもらえばなと。僕の紙アプリも見てほしいんですけどね、まあ、アンカー製品とか、あとまあ新学期キャンペーンもやっているので、まあ対象の方とかねこれ教えてあげたらもう学生の方大喜びだと思うんで、 Mac の選び方とかはありますので、あとまあ iPad 関連とかもまあ今出そうと思って本の選び方アクセサリー類ね紹介してますので、ぜひチェックしてみてください。あとコミュニティ欄でこう随時ですねの動画こう届くように出したりとかしてますんで、BOSEのヘッドホン安いよとかいろいろありますんで見てみてください。でまた次回の動画でお会いしましょう。高評価とチャンネル登録お願いします。役に立ったなと思ったらチャンネル登録と、あと通知ベルを押してもらうと確実にね届くと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。意外とありますね。この iPhone の還元はちょっとやばいからな本当に。これもう本当いつあるか分かんねえから。いや15はいいですよ。はい。あ、そうだ、あと最近ショート頑張ってるんでもうまあ割と滑ってるのもあるけど頑張ります。頑張っていきましょう。3月ですけど頑張っていきましょう。ウルードシーでよかった。